どうもちゃかねこでございます。ということで、今日なんですけども、朝も早うから車を走らせ、お魚屋さんに向かっております。最近めっきり秋になってね、朝方寒いですね。秋は美味しい魚がたくさんあります。で、最近ね、ちょっと高級な魚が続いてますんで、今日はリーズナブルな価格なお魚を買って、手間をかけて美味しくしていくっていう動画を撮っていこうかなと思います。最近あんまり市場とか行ってないので、どういう魚が上がってるのかしっかり把握はできてないんですけども、ちょっと一生懸命吟味して美味しい魚ゲットしていきたいと思います。今日は予算はこれ1000円。1000円でいきたいと思います。1000円あれば美味しい魚買える。探していこう。あんた LINE 返せい。来てねえだろ。来とる？来てます。そうだろう。俺全然いいです。すいません、仕事邪魔しちゃって。今の時期ってさ、何がうまい？安くて美味しい魚探してる。ちょっと予算今日1000円ぐらいでやりたいっていう。1000円ぐらいでやりたいんだ。今日はね、リーズナブルな魚を手間をかけて美味しくしようって企画。カマスがいいぞ今。俺うちねえけど前の店にあるだろうカマス。ちょっと見てくれ。見てみて。いいのあるじゃない。ここら辺いいですね。キーカ1杯600円。こういうのってね、意外と刺身にするとめちゃめちゃうまいんですよ。チャリコ、これってね、笹漬け作っても美味しいな。目もめちゃめちゃ綺麗で鮮度抜群ですね。で、石餅、これも1籠300円か。安いなこれ。で、赤シャエビ、これもね700円。一見これ700円ちょっと高いんじゃないと思うかもしれないけど、玉ねぎとかと一緒にかき揚げにすると結構な量できます。これ3人前ぐらいできる。キスもいいね。取れたてめちゃめちゃ鮮度いい。刺身でもいけそう。1籠700円。カサゴ大きいのが2つ入って1800円。これうっかりカサゴかな。でサバフグも1000円ジャスト。確かにカマスもいいな。これ本カマスかな。本カマスってね、水カマスと本カマスっていうのがあって、本カマスの方がうまいんですよね。兄貴おはよう。いや取るね兄貴も。今日は冷凍もんばっかり。すいません。お母さんおはよう。はい、YouTube です。はい。お母さんちょっと伊勢海老これ安すぎじゃない？1500円じゃん。はい、今日はね、ちょっとね、寒いからちょっと弱っちゃったんですね。ちょっとこれは安いよお母さん。安いもんばっかり。1500円だもん。石鯛だ。ほらこの牡蠣の殻をツンツンってしますよこれ。ちょっとね決めたな。いやでもやっぱ今日はこれかな。安いもんこれ。何匹入ってる？20匹ぐらい入ってこれ700円は安いな。今日はキスにしよう。はい、ありがとうございます。あと300円余っとる。なんか買おうかなと思って。そう300円もある。300円。あれじゃねえよ。ちょっと待って待って待って。どうしたんだまた。これ1個でこれでこのウニですけど、これ1個で300円。300円。これ2つで500円。安いだろ。たまに入れてかんとね。これ金子さんがいつも動画でやってるやつでしょとか言ってさ、いつも突っ込まれるんだ。まあでもこれ1個300円。これ買ってもいいんだけど、俺こっちのが魅力的。しらすの300円。これめっちゃうまいもんね。めっちゃうまい。うちのしらすはめっちゃうまいんでね。ありがとう。300円です。ありがとうございます。じゃあね。ただいまということで、本日の食材がこちら。キスっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。キスとちりめんじゃこ。っていうことでね、ジャスト1000円でございます。もうキスの鮮度が素晴らしいんですよね、これ。目がツヤツヤしてて、鱗もしっかりついてて、でね、キスって一番大事なのが、このお腹。ここが割れてないかがすごく大事なんですよね。なんでそれが重要かというとまた後で説明しますね。で、このキスっていうのは天ぷらがとっても有名ですよね。でもね、鮮度のいいキスは刺身もうまいんですよ。で、このキスの刺身っていうのはね、ちょっとテクニックがいるんですよね。なんで今日はこちらのキスをお刺身でやっていきたいと思います。キスは釣りでもたくさん釣れる魚ですのでね、釣り人でキスがさばくの苦手だよって方は、ぜひこの動画で覚えておいてくださいね。ちりめんじゃこはこれじゃこご飯かなんかにして食べましょう。今日はじゃこご飯とキスのお刺身でやっていきたいと思います。そしたらキスをさばくところを今日は丁寧に説明していきますね。まず、キスっていう魚は、鱗がとても強くて硬いです。なので、鱗はしっかりと取っていきましょう。で、鱗を取るにあたって、魚が乾いてる場合は、氷水につけて、鱗をふやかします。そうすると取れやすくなるんでね。この魚はまだ鮮度が良くて、ちゃんと袋に入れて保管しといたんで、乾いてませんのでね、このまま調理していきたいと思います。まずは第一工程として、鱗を取っていきます。で、キスは鱗を落とす場合は、こういう鱗かきは一切使いません。身がとっても繊細な魚ですので、包丁で鱗を取っていきます。僕はこういう風に水を流しながら、こうやって取っていきます。
タッ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 とね、綺麗に取れますんでね。で、鱗取るときに、ここの面だけじゃなくて、このちゃんと背中のこのライン、あと、ここ、尻尾の裏、あとお腹の裏、ここもね、忘れがちなので、しっかりと取っていきましょう。で、こう触った時に、鱗が1枚も引っかからなかったら、綺麗に取れた合図ですね。こっちが鱗が取れたキス、こっちが鱗が取れてないキスですね。そしたら裏側も同じように鱗を取っていきます。で、この時にお腹を強く擦りすぎると、お腹が割れてしまいますので、お腹は優しくやったってください。そしたらどんどんやっていきます。はい、ではこのように全て鱗が取れました。もうツルッツルです。そしたらこの状態になったら頭を落としていきます。で、なぞるとエラのここでカクンと止まりますんで、ここで落とします。こういう感じですね。そしたら次に内臓を出すんですけど、その時にここを割ってお腹を出すのはやめてください。で、指で押して、こうやって包丁の先っぽでカリカリカリとやれば取れますんでね。完璧に取れてないんですけど、これで OK です。こうして、こんなもんですね。いいキスだな。すごい脂がありますね。もう今はね、キスが時期なのでね。で、たまに内臓出してて、すごく、なんて言うんだろうな、薬品臭いというか、カルキ臭い個体がいます。それ食べても問題ないんですけど、やっぱりね、刺身とか天ぷらにした時に、ちょっと匂いますんで、気になる方はやめといてください。人体には影響はないですね。で、こういう感じで全部頭が取れました。はい、で、頭が取れたら、一度軽く洗いますね。はい、そしたら刺身にする前に、キスの天ぷら用の開き方もやっていきましょうか。今日は天ぷらはしないんですけど、こんだけたくさんいますんでね、開きの方もやっていきたいと思います。まずは背中から1本入れます。慣れてくれば一発でビッビッってできるんですけど、慣れないうちは、こうやって1本ガイドラインを入れて、で、ガイドラインが1本入ったら、包丁の先端で、こう背骨を沿って、腹骨まで断ち切るイメージですね。うわ、めちゃくちゃ鮮度いいな。身がね、硬いですね、まだ。はい、こんな感じ。3枚おろしの要領ですね。その時にお腹のここはくっつけといてください。で、こういう風に開けましたら、裏側にして、裏側も同じように入れていきます。1本入れて、はい、これ1本入りました。そしたらここに腹骨がありますんで、腹骨を断ち切る。はい、腹骨に入りました。そしたら包丁の角度を若干下にして、こう入れて斜めにして、で、斜めの角度でスライドさす。そうするとこういう風に背骨が綺麗に取れます。背骨を外します。はい、これで皆さんよく見る形になったんじゃないでしょうか。でもこれでまだ終わりません。キスはちっちゃい魚なんですけど、腹骨が割と強いので、こことここに腹骨がくっついてます。なんで腹骨をすきます。こっち側も腹骨を薄く薄く引きます。あんまり深く入れちゃうとお腹破れちゃいますんでね。はい。こう入れてすくい上げるイメージですね。はい、綺麗に開けました。で、冒頭でも言ったように、なんでお腹が割れたキスはダメかと言いますと、背開きにした時に、ここが割れて、裂けちゃうんですよね。そうすると、見栄えがとても悪いです。やっぱり腹がしっかりと繋がってた方が、三角形で綺麗なキスの開きに仕上がります。はい、では通しでやってみますね。背中に一本入れて、筋入れて、背骨沿って、断ち切ると。はい、こんな感じですね。で、裏側めくって、こっちも一緒ですね。一本入れて、で、斜めの角度にここを入れて、そのままの角度でスライドさせて、尻尾まで来たらトンと落とす。はい、こんな感じ。そしたら腹骨もすいていきます。アイスクリームをすくうようなイメージで、よいしょ。で、ここにちょっと内臓とか残ってるようだったら、お腹を破らないように軽く取ってください。はい、簡単。そしたら次はお刺身です。で、キスのお刺身を作るときは、こういう細長い柳包丁がとてもやりやすいです。はい、じゃあいきますよ。まず3枚おろしにしていきます。で、3枚おろしでもキスは大名おろしでいいです。ここから包丁入れて、こうですね。裏側もここから包丁入れて、はい、こんな感じ。キスは骨がまっすぐ入ってますんで、大名おろしでもロスがなく身が取れますんでね。そしたら次は腹骨をすいていきます。腹骨をすくと。で、こっちも同じように腹骨をすいていきます。はい、これでキスの3枚おろしの完成ですね。で、一度全部この状態にしちゃいます。もう一回いきますよ。大名おろし。
で、腹骨を引いていく。で、ここの先端はね、ちょこっと落とした方がいいです。ちょこっと落とした方が皮が引きやすいです。腹骨をすいて、ちょこっとここを落とす。こういう形ですね。魚ってね、大きい魚よりも、こういう小さい魚の方が難しいと言われてます。小さい魚は力はいらないんですけど、本当に丁寧におろしてあげないと、食べるところがなくなっちゃいますんでね。できるだけ身をつけておろしてあげること。これ大事ですね。はい、こんな感じ。とりあえず5匹分おろしました。そしたら今から皮を引いていくんですけど、この状態で引くんではなくてですね、皮のついた状態、この状態の身を一度塩水で洗います。なぜ塩水で洗うかというと、やっぱりおろした時に包丁についた内臓の残りカスとかが身に通ってるんで、それに取り残しの鱗とかもあるといけないので、一度この状態で綺麗に塩水で洗っていきます。結構ね、汚れ出るんですよ、この状態でも。で、表面がヌルヌルっとしてきたら OK ですね。で、塩水処理した身を一枚一枚丁寧に並べていきます。できるだけ重ならないように並べていってください。はい、こんな感じですね。そしたら水気をしっかりと落とします。はい、これピッカピカのツヤッツヤになりました。そしたらまな板をきれいに洗います。もうとってもきれいに洗ってください。包丁もきれいに洗ってください。そしたらいよいよ皮を引いていきます。はい、じゃあ皮引いていきます。で、内引きでも外引きでもどっちでもいいです。やりやすい方でやってください。僕はね、内引きで慣れてるんで、内引きでいきますね。尻尾の先っちょ、ここを親指で押さえて、こういう風に皮を引いていきます。綺麗な身してますね。キスは切らないで、このまま1枚の刺身でいきますんで、お皿につま引いて、大葉かまして、で、ちょっとこういう風にね、先端を折り曲げて、こう盛り付けてあげる。もう一回いきますよ。尻尾を押さえて、で、包丁で薄く削ぐイメージですね。こういう風にね、柔らかいんでね、切れちゃうんですよね。切れちゃったら、切れたところから、やり直し。こんな感じ。で、ここで先端を折り曲げて、盛り付けと。で、コツはね、包丁とまな板をピタッとさせることですね。で、いっぺんに引こうとしないで、ゆっくりゆっくり、さっさっさっとこうじゃなくて、こういうイメージ。ちょっとでもこっちが浮いてたりすると、背中の方がそがれてしまいますんでね。お腹の方でなんで切れちゃうかというと、このね、ヒレが残ってるんですよね。ヒレが残ってると、どうしても突っかかって、こう皮が切れちゃう。で、盛り付けるときなんですけど、同じ向きの身を同じように盛り付けた方がいいですね。上身と下身では左右が違いますんでね。はい、こんな感じですね。そしたら今日はラディッシュもあったんで、ラディッシュもちょっと切って、こういう風に盛り付けてあげると赤が入って綺麗ですね。はい、これでキスのお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。一応開いたものも全部持ってきました。手間をかければ、こんなに綺麗に仕上がるんですね。さて今日はこちらです。メインはお刺身ですからね。キスのお刺身はお醤油でいただきましょう。ポン酢でも美味しいと思うんですけどね。僕はこういう繊細な白身魚はわさび醤油が好きですね。今日はわさびもね、ちゃんとわさび芋をすりました。さて、では、ここら辺をいただきましょうか。ほんと鮮度がいいからね、しっかりしてますね。わさびをちょっと乗せて、で、醤油にちょんとつけていただきます。これ。うまいなぁ。やっぱりキスの刺身はうまい。まずはね、この身の口当たりが素晴らしくいいんですよね。もう空気のような身質なんですよね。本当に繊細です。で、この食べた後にも残るこのキスの香りと旨味。これは大人な刺身なんですよ。マジでこの時期の鮮度のいいキスの刺身はうまいですからね。うまい。ご飯にも合うからね。で、僕の地元はね、ちりめんじゃこが本当に有名なんですね。よく取れます。ちっちゃい頃からすごい食べました。僕の好きな食べ方は、こうやってご飯の上にてんこ盛りで乗せるんですよね。で、このままでもめちゃくちゃうまいんですけど、
ここに、鰹節かけちゃいます。鰹節をバーっとかけて。こんな感じ。そしたらそこに薄口醤油をちょこっと垂らします。はい、これでうまいです。懐かしい。いただきます。うまっ。僕の家はこれがふりかけみたいな感じでした。で、ここにさらに味変したい場合は、でね、梅干しとかも乗せて、梅と一緒に食べても、またうまいんですよね。うまっ。これで300円は安いね。はい、ということで、今日はこちらのキスのお刺身と、じゃこご飯ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ギノのやつ。よいしょ。おっと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 。お、やばい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 。もう、よし。でもいい。このこぼれるぐらいがうまいんすよ。いただきます。細胞が喜んでますよね。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はキスを使ってお刺身を作ってみましたけども、やっぱりこの時期のキスは最高だね。で、キスって本当に手間がかかる魚なんですよ。なので開いた状態のものを買うと結構高いんですけど、ああいう風に一匹丸ごと売られてるものっていうのはね、結構安いので、皆さん挑戦してみてください。で、ポイントとしては、もうとにかく鱗をしっかりと取る。皮引くときに鱗が1枚でも残ってると、鱗に引っかかってうまく皮が引けない場合がありますんでね。あとキスは内臓にちょっと匂いがある場合がありますんで、しっかりと洗って綺麗なお刺身を作ってください。まな板を綺麗にするとか、包丁を綺麗にするとか、しっかりと塩水で洗うとか。そうすると生臭くなくてとっても美味しいお刺身が出来上がります。皆さんもぜひぜひキスを見かけた際はチャレンジしてみてください。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。